私、子供の頃、ダンゴムシを大量監禁してました。しかも、リビングの引き出しで。いやね、ダンゴムシ好きすぎてね、空の2リットルペットボトルと、リビングの引き出しに、少なくとも数十匹は入れてた。今思うとね、飼育じゃなくて監禁施設だなって思うんだけど。ってことで、野生のセリコと漆立のゼリです。でね、ダンゴムシめっちゃ好きで、家の庭でダンゴムシ収集してたんだけど、どこにいるかなんとなく分かってたんだよね。大きい石の下とか、じめっとした場所、数十匹、下手したら100匹ぐらいは集められたのよ。でもね、ダンゴムシのこと何も知らなかったの。何食べるかも知らないし、どうやって生きてるのかとかもう全然知らないから、ダンゴムシを飼うと言っても、ダンゴムシだけを引き出しとかペットボトルに収集してたのね。ダンゴムシが好きすぎて、とにかく家の中、自分の生活の中にダンゴムシを置きたいみたいな気持ちがあって、だからね、ダンゴムシをリビングの引き出しに入れたり、2リットルペットボトルの中に入れて、それ玄関に置いたりとかしてたのね。しかもね、2リットルペットボトルって表面ツルツルだからダンゴムシ登れないんですよ。だから玄関に置いても玄関中ダンゴまみれみたいな感じにはならなくて、むしろね、ダンゴムシたちはね、そのままペットボトルの中で生涯を終えることになったんですね。だからね、私の中でね、好きと生かすが繋がってなかったのよ。ただもう空の引き出しにダンゴムシを大量に数十匹とかとにかく入ってんのね。で、なんかお姉ちゃんだけは私がダンゴムシをね、引き出しで飼ってたことを知ってて、お姉ちゃんはずっとね、のんちゃんも餌あげないとダンゴムシ死んじゃうよみたいな感じでね、言ってくれてたんだけどね、私のね、めんどくさがり屋が消されまして、最悪のタイミングでね、後でってずっと言ってたら、もう飼って5日目ぐらいに死んでましたね。でも私の中での時間の進み方とダンゴムシにとっての時間の進み方が違いすぎて、もう当時私はこんぐらいで死ぬと思ってなかったのね。生きとして生きるものをなんか死ぬっていうことはなんとなく当時分かってたんだけど、自分毎日ご飯食べてるくせにご飯食べないで死ぬってことが分かってなかったのね。だからね、5日目ぐらいになっても私はまた後でって思ってたんだけどね。で、ある日お母さんが引き出し開けたのね。数十匹の白い線入ったダンゴムシがぎっしりって悲鳴上げてて、私は横で罪悪感忘れてクスクス笑ってた。完全に愛ではあったんよ。ただし一方的。ってことで、今後も変な話とか変なテーマで話すので、興味があればチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。以上、一般メイドの漆立のゼリでした。バイチャ。